モ活時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンプラ SD ガンダム BB 戦士ナンバー37ガンダム NT1 のキット。ずいぶん昔に遊んでいたものを今回は塗装のし直し、水性アクリル塗料を使ってシールで色分け対応をしていたところを中心にリペイントしました。キットは素組みの状態からミスタースーパークリア艶消しで塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をダイジェストにまとめました。塗料はホビー用水性アクリルのシタデルカラーとファレホー併用です。筆塗りで色付けをしていきました。色の境目や細部は連想筆で、広い面積は模型用のブラシなどで着色をしました。さらに細部は極細筆を使用しました。カラーごとに見ていきます。まずはレッドホワイト、ファレホのゲームカラーの塗料。色分けする箇所の下地塗装になります。純白に近い白の塗料。顔料を多く含み、隠蔽力が強くて使い勝手が良いので何かとよく使っています。水で溶いて薄く色をのせていきます。このひと手間が後の色分けを効率よくしてくれます。頭部、胴体、腕部、脚部、チョバムアーマーの一部、サーベル、縦にも。白系カラーのパーツに色分けをするときにもこのカラーが入って質感がマットになっておいた方が塗装はしやすいので漏れなく塗っておきます。今回はデッドホワイトを下地に使いましたが、この他には同じファレホのエルフィックフレッシュ、シタデルカラーのレイスボーンやホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュ、コラックスホワイトなどをよくベースの塗装として使っています。ファレホはスペインが発祥の水性アクリル塗料で世界最高級と言われます。安全で嫌な匂いなし、乾燥が早くて塗膜も比較的丈夫。下地が完全乾燥の後、色分けの1色目はスポットで入れた緑。ファレホのモデルカラーミディアムオリーブです。頭部に使いました。ここでガンダムマーカーの 0.3mm 極細ペンブラックを使って墨入れです。頭部、腕部、チョバムアーマーなどに。こちらが今回の色塗りで使用した塗料。塗装にかかった時間は約60分でした。BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、ディフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。BB 戦士の名前は BB 弾の発射ギミックに由来。青を塗りました。シタデルカラーの標準的な青カラーはベースのマクラーグブルー。頭部、そして縦シールドのシールでの色分け対象だった箇所に、もともと塗りやすい隠蔽力の強い青。赤です。フェイス、胴体、チョバムアーマーなどに。ファレホのゲームカラーブラッディレッドを使いました。粘性の高い使いやすい赤の塗料です。ここでグレーです。シタデルカラーのレイヤーエシングレイを使いました。濃いグレーのカラー、腕部、シールドの裏、バックパックなどに塗りました。本来は上塗り用のハイライトカラー。ここも白の下地が効いた感じがします。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料でミニチュアホビー用のカラー。粘性が高く隠蔽力の強いカラーが多いので下地の色を気にせずに塗装ができます。黄色です。シタデルカラーベースアバーランドサンセットです。隠蔽力にはいつも課題のある黄色ですが、この塗料は優秀です。ここで白を重ね塗り、ファレホレッドホワイトを再び使いました。ここまでの塗装でのはみ出し箇所の補修にも使っています。主に元々の青、白の成形カラーをそのまま活かすパーツにはマットな質感に変える透明塗料、シタデルカラーのテクニカル、特殊効果表現のストームシールドという塗料を使いました。粘性の高い液体塗料なので水で適度に薄めながらブラシで塗りました。最後はこちらも液体塗料です。シタデルカラーのコントラスト、アポシカリーホワイト。
チョバムアーマーや武器の銃、もともとライトグレーのパーツに上塗りしました。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このガンダム NT1 は1989年8月に発売されたキット。 NT1 はニュータイプのアムロ用に開発された4代目のガンダム。機体は再設計され、高速反応にも機敏に対応。自己学習型高速大容量コンピューターや増設されたアポジモーター、マグネットコーティングなど最新鋭のガンダムでした。チョバムアーマーは破壊されることによって衝撃を吸収する装甲。アーマー自体にスラスターを装備。機動力は落ちません。BB 戦士オリジナルのヘッドギアも付属していました。今回は一旦ガンダム NT1 を組み立て、ヘッドギアを含むチョバムアーマー装着形態にて仕上げました。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー37ガンダム NT1 のリペイント水性アクリル塗料での色分け記録 Vlog でした。今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。